はい、今日はね、アクリル画を描いてみますね。これはね、まず下地を塗っておくんですね。ジェッソって言います。アクリルはね、どんなもんにも描けるんですね。とても便利な画材です。でもまず、下塗りは必要ですね。はい、できました。これに描きます。画材は絵の具とパレット、紙、そしていつもの筆です。ほらね、アクリル絵の具ですよ、これが。5色で描きます。白、緑、青、黄色、赤。この絵の具のはね、特徴ね、とても乾きが早いんですよ。だから乾燥しないようにちょっと水を塗っておきます。それじゃあやりますね。まずイエローから塗ります。水を使って塗るんですよ。いつも皆さんがやってる水彩と同じでしょ？そうなんですよ。このアクリル絵の具ってのはね、透明水彩の特徴も持ってるんですね。ほら、まるで透明水彩画の感じですよ。でもね、また油絵の特徴もちょっと持ってるんですね。不思議な画材です。そういう意味では、制約なくね、自由に描けるっていう良さはありますね。それからもう一つね、乾きがね、とっても早いんですよ。だから、あまりね、長々いじってると、もう乾燥してね、次の絵の具がね、混ざらなくなっちゃうんですね。そういう意味では、普段から乾燥の早いね、透明水彩で描いてる皆さんには、意外とこなしやすい、アクリル絵の具かもわかりませんね。もうね、画面だいぶ乾いてきましたよ。さあ、明るいとこは今度油絵風に、厚塗りして重ねてます。ね、夕暮れの空ですね。またここをね、水彩風に薄く水で溶いて絵の具を塗ってます。下塗りにホワイトをね、下塗り剤が塗ってあるので、そこに色を置くととっても発色がいいんですね。こういうところは白い紙の上にいつも描いてる皆さんたちの透明水彩のやり方とよく似てますね。さあ、何ができるのかな？これはね、油絵風の描き方ですね。暗い色で最初に塗り始めました。そう、お家ですね、これね。もう乾きが早いんだから、もうどんどん乾かないと、どんどん乾いてきちゃうんですよ。面白い画材ですね。この乾燥のね、スピードの速さ。これは油絵を描いてる人にはちょっと戸惑うかもわかんないね。今、ペインティングナイフでね、この明るい部分に色を重ねてます。これはもう完全に
油絵風の描き方ですね。ほら、ペンディングナイフでこんな風に厚塗りすると、もうこれは油絵かなって思っちゃいますよね。だから水彩風に薄い色でスタートして、だんだん厚く重ねていく。水彩と油絵のね、いいところを両方合わせて描く。そんなことができるのがアクリルかもわかんないんですね。ね、面白いでしょ？もうどんどん描かないとね、絵の具がどんどん乾いてきちゃうんですね。今回のこの絵もね、いつもの透明水彩ので使った絵と同じぐらいのスピードで描いてるんですよ。これはペンティングナイフですね。ペンティングナイフでこうやって描くっていうのは、これ油絵風の描き方ですね。ここに木を描いてみようかな。ね、このナイフのエッジを使って描く。これはもう油絵の描き方のね、一つのテクニックですね。このようにね、ナイフのエッジにこう絵の具を盛り上げて、これで描くんですね。こうやって。ね。どうでしょう。色を重ねるってね、本当に自由に描ける。これがアクリル絵の具の特徴ですね。はい。絵ができてきましたよ。はい。出来上がりです。はい。いかがでしたか？今回はね、アクリル絵の具を使って風景画を描いてみました。どうでしたかね？透明水彩絵の具との違いが分かりましたか？これは、YouTube を見てる方からアクリル絵の具でもう描いてみせてほしいというね、ご要望もあったんですね。また今後皆さんたちからそのご要望があればまた描いてみることもあると思います。はい。今回は最後までご視聴くださって本当にありがとうございました。それではまた。
いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。